年齢を重ねると、若い頃には気づかなかったことが、たくさん見えてきますよね。今日は、そんな中で私が感じた、健康と人生の話をしてみます。今から始めます。どうぞリラックスして聞いてください。朝はいつも静かに始まります。目覚ましは使いません。決まった時間に目が覚めるのは、若い頃から続けてきた癖です。カーテンを少しだけ開け、空の色を確かめます。天気予報より、この一瞬の確認の方が私には大切なんです。今日は無理をしていい日か、それとも控えめに過ごす日か、空は案外、正直に教えてくれます。顔を洗い、鏡の前に立ちます。75年。シワも白髪も増えました。でも、ここでため息はつきません。私は毎朝、必ず自分に声をかけます。今日も動けそうだね。それだけで十分です。朝食は簡単です。派手な健康法はありません。温かい飲み物をゆっくり飲む。噛む回数を意識する。誰にも自慢しない習慣ですが、これが一日の調子を決めてくれます。新聞は最後まで読みません。必要なところだけ。不安になりすぎないためです。健康とは、体だけでなく、気持ちを守ることだと、この年でようやくわかりました。家の中を一周歩き、軽く体を伸ばします。外から見れば、ただの独り言とゆっくりした動きでしょう。でも、これは私が私で居続けるための大切な朝なんです。誰にも見せないこの時間が、今日の私を支えてくれます。健康寿命は特別なことではなく、こうした静かな積み重ねの先にあるのだと、私は信じています。若い頃は健康といえば数字でした。低栄、血圧、検査結果、良いか悪いかを紙の上で判断していた気がします。今は少し違います。朝、立ち上がった時の足の感覚、階段を降りる時の息の深さ、それが私にとっての健康の物差しです。病院には定期的に行きます。行かないわけではありません。でも、帰り道で考えるのは、結果よりも今日の体の声です。今日は疲れているな。まだ大丈夫だな。その小さな確認を、私は大切にしています。家に戻ると、ノートを開きます。立派な記録ではありません。よく眠れた。少しだるい。それだけ。でも、続けて書いていると、自分の波が見えてきます。このノートは、誰にも見せません。医者にも、家族にも。私が私を知るためのものです。人に説明する必要はありません。健康寿命を伸ばす秘訣は、新しいことを始めることではないと思います。自分の変化に早く気づくこと。それだけで、防げる無理はたくさんあります。今日の私は、昨日の私と少し違います。その違いを受け入れながら暮らす。それが、75歳の私なりの健康との付き合い方です。昼前に、私は外に出ます。遠くへは行きません。この家の周りを、一回りするだけです。距離も、時間も、決めていません。若い頃は、運動と呼べることをしないと意味がないと思っていました。でも、今は違います。外の空気を吸い、足を動かす。それだけで体はちゃんと応えてくれます。信号のない道では、少し立ち止まります。急がないためです。転ばないためでもあります。誰かに見られているわけではありませんが、私は自分に言い聞かせます。今日は競争じゃない。帰宅すると靴を揃えます。昔は何でも急いでいました。今はこの一呼吸が大切です。生活の中に区切りを作る。それだけで
頭が静かになります。昼食も簡単です。量は少なめ。でも、時間はかけます。テレビはつけません。噛む音、飲み込む感覚。それを確かめる時間です。これらは本に載るような習慣ではありません。誰かに話すほど立派でもない。でも、続けているからこそ。私の体は大きく崩れずに済んでいます。健康寿命を延ばすというと、特別な努力を想像しがちです。でも、私が続けているのは、やめないこと、そして急がないこと、それだけなんです。健康のために始めたことより、やめたことの方が、私には多くあります。年を取るほど、足すより引くことが大事だと思うようになりました。まず、夜更かしをやめました。若い頃は、眠らないことが、頑張りの証のように思えたものです。今は、眠ることが明日の準備です。次に、無理な付き合いを減らしました。誘われればありがたい。でも、疲れた顔で帰るくらいなら、家で静かに過ごす方がいい。断る勇気も健康の一部です。情報も取りすぎません。テレビをつけっぱなしにしない。不安を煽る話題から少し距離を置く。心が疲れれば、体もついてきません。食べ過ぎもやめました。もったいないより。また明日を選びます。腹8分、それも少し少なめ。これが体を軽くしてくれます。何より他人と比べるのをやめました。同じ75歳でも体も生活も違います。比べても答えは出ません。比べないことで自分の調子がよく見えてきます。やらないと決めたこれらの習慣は地味です。でも続けるほど体と心の余白が増えていきました。その余白こそが転ばないための力だと私は感じています。今でもはっきり覚えています。あの日は朝から体が重く、立ち上がるのに少し時間がかかりました。今日は休もうか。そう思った瞬間、胸の奥に別の声が聞こえました。このまま動けなくなったらどうする。それは不安というより恐れでした。結局、外には出ませんでした。無理はしないと決めていたからです。その代わり、家の中をゆっくり歩きました。壁に手を添えながら、一歩ずつ、椅子に腰を下ろしたとき、急に心臓の音が大きく聞こえました。75年生きてきて、初めてこの体分かり者なんだと思った瞬間でした。誰かに電話をしようか。でも、やめました。不安をそのまま投げる勇気はなかったのです。代わりに、深く息をしました。数を数えながら、ゆっくり、しばらくすると、体の緊張が少しほどけました。完全に元気になったわけではありません。でも、今は大丈夫そう言えるくらいには落ち着きました。あの日、私は学びました。健康寿命を縮めるのは、病気だけではありません。恐れて動かなくなること。それが一番怖いのだと。それ以来、調子の悪い日は、何もしない勇気を持つようになりました。休むことも立派な習慣です。それを知ったあの日は、今も私の中に残っています。体調が戻った翌日、私はいつも通りの朝を迎えました。特別なことは何もしていません。それでも、前の人は違う感覚がありました。私はノートを開き、昨日のページを見返しました。重い不安短い言葉だけ。でも、そこには逃げなかった自分が残っていました。倒れなかった理由は、強さではありません。準備だったのです。これまで続けてきた小さな習慣は、体を鍛えるためのものではありませんでした。壊れないための仕組み。それが私の習慣の正体です。
歩く距離を決めないこと、食べる量を少し残すこと、予定を詰め込まないこと、どれも余白を残す工夫です。この余白が不調な日を救ってくれました。若い頃の私は限界まで使い切る生き方をしていました。時間も体も気力も。今は違います。7割で止める。それが次の日へつながる力だと知りました。誰にも教えない習慣だからこそ続いたのかもしれません。評価も拍手もありません。あるのは今日も無事に終わったという事実だけです。健康寿命を延ばすという言葉は未来の話のように聞こえます。でも私にとっては今日を壊さない工夫の積み重ねです。明日を迎える準備を今日のうちにしておく。それが今の私の生き方です。一人暮らしは楽ではありません。でも不幸でもありません。誰かに頼らない分、自分をよく見るようになりました。朝、体調が悪ければ、誰にも言い訳をしなくていい。休むことを自分で許せます。それが一人の強みだと思うようになりました。私の習慣は、誰かに見せるためのものではありません。褒められる必要もない。続けられる理由は、結果がすぐにわかるからです。無理をしなければ、今日が穏やかに終わる。それだけで十分です。時々、寂しさは来ます。夜になると、特にそうです。でも、寂しさを消そうとはしません。温かい飲み物を入れ、早めに布団に入ります。それでいいと思えるようになりました。昔は誰かと比べて安心しようとしていました。今は昨日の自分と比べます。それだけで十分な指標です。一人でも続く理由は、自分を見捨てないと決めているからです。派手な決意ではありません。でも、この静かな決意が、私を明日へ運んでくれます。朝が来ることを、以前ほど当たり前だと思わなくなりました。だからこそ、迎えられた朝を大切にしています。窓を開け、新しい空気を入れます。深く息を吸う。それだけで、今日も始められる気がしました。特別な目標はありません。無事に一日を終える。それで十分です。私が続けている10の習慣は、誰かの役に立つかはわかりません。真似をしなくてもいい。ただ、一つだけ確かなことがあります。これらはすべて、自分を大切に扱う練習だったということです。年を取ると、できないことが増えます。でも、選べることは増えました。何をするか、何をしないか、どう休むか、どう一日を終えるか。健康寿命とは、長さの問題ではないのかもしれません。自分のペースで、自分の体と心を裏切らずに生きられる時間。それが少しでも続くなら、私は満足です。今日も私は派手なことはしません。歩き、食べ、休み、眠る。その繰り返しの中に、確かな手応えがあります。明日もこの家で目を覚ませたら、それだけでもう十分な幸せです。私は静かにそう思いながら、今日のカーテンを閉じました。